はいどうも、K でございます。今回は、チョコペン、パイピングのですね、コルネの作り方を本格的に解説していこうと思います。これからもパティシエ系の動画を定期的に投稿していこうと思うので、気に入った方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速いきましょう。ではまず OPP シートから、OPP シートを準備してもらって、よく切れるナイフを準備しましょう。長方形の OPP シートを、半分に切るんですけど、このシートって紙と違って折り目がつかないんですよね。折り目がつかずにブカブカしちゃうんで、まあ重しになるなら何でもいいです。この動画ではラップを使ってこんな感じで乗せます。で、重りを乗せたら折り目をこんな感じでピンと張らしてよく切れるナイフでカットしていきます。ここはねビビらず一気にいきましょう。はーい、こんな感じ。切れましたら、さらに、斜めにカットしてですね、直角三角形みたいな状態にカットしていきます。人によってはこの切り方じゃなくて、でかいまな板の上にシート乗せて、その上から一気に切るって人もいるので、まあどちらでも大丈夫です。要は綺麗に切れたらいいので。これもさっきと同じやり方でカットしていきます。はい、切れました。それではですね、この三角形の先の太い方から巻いていきます。はい、ここから巻いていきますよ。はい、ここ重要ポイントです。ここでしっかりね、芯を作ってください。芯を作って先を尖らせます。こんな感じで先っちょを尖らした状態で持ちながら、シワができないようにくるくる巻いていきます。はい、くる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 巻いていこうね。この時に意識しているのは、できるだけ細く作るってことですね。なんで細い方がいいのかっていうのは、後ほどちょっと解説しようと思います。しばしまたれい。はい、こんな感じに仕上がります。最後にこの巻き終わりの部分を、しっかりね、上に引っ張ってあげて、シワをなくしてあげましょう。はい、できました。さっき説明した通りOPP シートは折り込んでも折り目がつかないんでできればこの閉じ目の巻き終わりのところをセロテープで留めるのが理想なんですけどちょうどね僕の家にセロテープなかったです。今回はもう無理やり中に折り込みます。無理やりね。なのでこれ見て実際やってみようと思う人はこの部分は参考にしなくても大丈夫です。セロハンテープで留めましょう。はい、できました。 OPP シートの作り方はこんな感じです。はい、続きましては、OPP シートが家にない人のために、クッキングシートを使ったバージョンのコルネの作り方を紹介します。これも長方形になるぐらいに大体でいいのでカットしましょう。流れはさっきとほぼ同じですのでちょくちょくカットしていきます。ちょっと角度的に見づらいところがあったのでアングル変更してお送りします。個人的には OPP シートよりもクッキングシートの方が、作りやすいし切りやすいです。でもその代わりデメリットがあって、何がダメなのかっていうとですね、長時間チョコ入れて温め直したりしてると紙にチョコの油が染みてくるんですよ。で染みてきてそれで何回も使っているとね途中でブチってちぎれちゃうんですよね。でそれで手がびちゃびちゃになって作業が汚くなって最悪っていうねデメリットがあります。だから OPP シートはちょっと作りにくいし折り目つかんしちょっとめんどくさいんですけど、セロテープとかでね止めないといけないんでめんどくさいんですけど染みることがないんですよ。クッキングシートと違って染みることがないので長期間の作業に非常に向いてます。だから絞りやすいですね OPP シートの方が。はい、ここでしっかり芯作ってですね、先ほどと同じようにシワはできないようにくるくる巻いていきましょう。倍速いきます。はい、綺麗に巻けました。これはね、OPP シートとは違ってしっかり折り目がつくので、このひらひらをね、中に折り込んでもしっかりと形が保ちます。むしろこれはね、テープがくっつかないんで、折り込む以外に方法ないんですけど、しっかり、先っちょがとんがってるのを確認したら、はい、完成でございます。お次はですね、ちょっとダメなパターンを紹介します。何がダメなのかっていうとですね、太く作ってしまうっていうパターンと、あとこの作ってる段階でもうすでに絞り口に穴が開いてしまっているっていうパターンですね。
はい、こちらちょっと見ていただけるとわかると思うんですが、この作ってる時点でね、もうすでに絞り口穴開いてますよね。この状態だとね、せっかくね、こうやってパイピングのコルネ作っても、チョコを入れた段階で、チョコが漏れ出してしまうっていう、もう地獄が始まってですね、もう作業も汚くなるし、もう手も汚くなるし、綺麗な字書くとかいう、そんな次元じゃなくなっちゃうんで、だから最初に重要ポイントで説明した、最初に芯を作るっていうのは、最初の時点でね、しっかり穴が開かないように先を閉じるっていう意味でもあるんですよ。で、さらにこの作ったやつ太いんですけども、なんで太いとダメなのかっていうとですね、この今からチョコ入れたという体で上の口を閉じていくんですけど、今こんな感じで閉じれましたね。で、普通にこうやって親指で押さえて絞っていくと思うんですけども、この状態でしっかり力を入れても絞り口まで伝わらないんですよ。力がちょっと分散してしまって、チョコが右と左右にですね、広がってしまうんですよね。まっすぐ下に行くわけじゃないんですよ。右左にちょっとした空間があるじゃないですか。ここにチョコが逃げてしまうんですよね。なのでチョコが柔らかかったらいいんですけども、チョコがね少しずつ硬くなってきた時にこのコルネ使っていると思ったようにチョコが絞り出せないです。なので、太いとねこのような弊害が生まれてしまうので気をつけましょう。ダメダメ。ちょっと待って。ちょっと待って。こっちはですね綺麗な方の細い方のコルネで試しで口を閉じておきます。さっきの太い方と比較すればわかると思うんですけども、細い方だとさっきのように左右に変なスペースがなくて力を入れるとまっすぐチョコが下に降りてくれます。なので少ない力で、たくさんのチョコレートを出すことができるので非常に作業が楽ですし綺麗な文字も書きやすいです。はい、以上が今回のコルネ作りのポイントの動画となりました。さあいかがだったでしょうか。今回は、パイピングで使うコルネの詳しい作り方を解説させていただきました。以前の動画でも一部でちょっと紹介させてもらったんですけど、そこだけじゃちょっとね分かりにくいかもしれないかなと思ってメインの動画を上げることにしました。これでね別にスーパーでチョコペンのねわざわざプラスチックでできてる既製品買わなくても家にある紙で簡単に作れるようになるので、覚えておいて損はないかなと思います。これからもこんな感じでパティシエに向けた動画を定期的にアップしていこうと思いますので、これからも見たいなと思った人はぜひともチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。こんな動画作ってほしいなとかこんな動画見たいなって思ってくれた人はぜひともコメントの方に書いてみてください。それでは貴重な時間ありがとうございました。また会いましょう。ご視聴ありがとうございました。さよなら。